私は不使用は、ガヤ、生後の女弟子です。半年前、一つの処方箋で、疫病の流行を止めました。町の住民を災難から救ったのです。それで、皇帝の長命で、都に呼ばれて報奨を受けることになりました。国様。あなたの処方箋のおかげで、当州の人々が救われ、疫病が慶州に広がるのを防げました。今回の皇帝ちょこちょこの保証は、奥様にふさわしいとです。母上、お体を大事に、住民たちを落ち着かせたら、すぐに慶州に迎えに参ります。蓮子、母をいじめないでください。はい、お坊ちゃま。さあ、行くぞ。夫よ、慶州で待っています。その時、慶州の公爵家が私を見つけました。私が公爵から40年前にはぐれた本当のお嬢様だというのです。お前で。こんな田舎で育ったお嬢様、たとえ連れ戻したとしても、家の恥になるだけ。公爵様は何を考えているのでしょう。あなたが我が公爵やジュレタ2番目のご令嬢です。お戻りください。公爵様もお待ちです。さあ、行きましょう。殿下。それでは、少し見に行きましょう。育ててもらった恩はなくとも、踏んでくれた恩はあります。はい。娘。妹。母上。母上、死は霊が戻られたので、これからはもう参りません。父上、母上、それにお兄様、どうかお体をお大事に。若菜子、あなたは私が40年も可愛がってきた娘よ。たとえ彼女が戻ってきても、母の心の中ではあなたに狩るものはないわ。そうだよ。いい身元よ。もし彼女が君をいじめたら、すぐに公爵から追い出せさ。どんな身分だろうと関係ない。公爵家のお嬢様は、君だけだ。さあ、2番目のご令嬢、通用門からお入りください。でも、怖いです。姉が怒るのが怖いです。母がいるから大丈夫。怖がらないで、私は松の寺にお参りに行く。彼女には会わない？彼女の異性を串ぞすかしてやる。はい。2番目のご令嬢は、田舎から戻ったばかりで、服も汚れております。お手数ですが、通用門からお入りください。大執事、気は確かですか？ご存知ですか？私の奥様がどんな身分か？公爵家にはくれたお嬢様でしょう。それ以外に何があるのですか？何が公爵家のお嬢様ですか？私の奥様はそんなものには興味ありません。殿下。看護なんて大したことない。それなわけがない。田舎者みたいな姿で探し出したってどうなる？陰金ご女優様みたいに高貴で優雅じゃない。収容。40年も外で暮らして苦労したね。お母様はお寺にお参りに行ってる。後で挨拶に来なさい。いいが用事だけど。小さい頃から屋敷で育ち、大量の婦人でもある。もう公爵家の顔だ。今、お前が戻ってきて、彼女も不安なんだ。屋敷の平和のため、妻一つの考えて、日本の一撃は彼女が公爵家の聖女だ。お前は養子としてお母様の名義で記録する。すべて公爵様のご指示に従います。あっさり承諾するなんて、まさか。なんか、卑劣な手を使って。人間を教えようね。一服な、は、ここで優しい声。
君を探すのに、どれだけ苦労したか。私がいる限り、インギンゴをいじめるなよ。それが、私に対する態度か？いいか、絶対に認めろ。あの無骨で。田舎の夫と何人かの野良っ子は屋敷に連れてくるな。公爵が家門だ恥をかかせるわけにはいかない。公爵様のおっしゃる通りです。田舎のは安野で、子供はわんぱくで確かに人目に出せません。私が考えが足りませんでした。何が田舎者だ、野良子だ。あなたたち、うちの旦那様や若様が。どんなお方か知ってるの？周囲お嬢屋様、たとえ青がなものでも、あまり図に乗らないで、規律は守らなきゃ。十世寺のご教訓、ごもっともです。家を舐めるには厳しく。もちろんです。高知家は規律が多いから、田舎みたいに自由気ままに入きません。奥様、彼らはひどすぎます。この杖、認めなくてもいい。行きましょう。普通取りもな。小娘の文才で公職家で死するとは。さあども、外に引きずり出して撃ち殺せ。はっ。兄上、また怒ってるの？姉嫁は戻ったばかりで、屋敷の決まりを知らないのよ。そんなに脅かさなくても。君は優しすぎるんだよ。姉上、お父様や、幾上を責めないで。彼らも、公爵への対面のために、屋敷の決まりが多いから、ゆっくり教えるね。よし。まずは下がれ。彼女に庭を一つ用意しろ。ああ、お父様、周囲筋にご迷惑かけなくていい。私がもう寝上に部屋を準備しておいたの。やっぱり、うちの因果は利口だ。行こう。無意承知へ、もう1時間も歩いているのに、まだ着かないの？姉さんは静かなのが好きだから、わざわざこの庭探したの？普段は誰も来ないし、とても静かでいい場所よ。これが、あなたがうちの奥様のために用意した庭？あら、私ったら、片付けるの忘れちゃった。もう夜も遅いし、下女を呼んでもまた時間がかかるし、姉さん、一晩だけ我慢してくれない？この日は、私の田舎で住んでたところより、ずっといいわ。妹さん、気を使ってくれてありがとう。田舎まだは、世間知らずでごめんなさいね。でたらめを言うな。隣が、芸女部屋だったよね。姉さんのために布団を2枚持ってきて。行け。姉さん考えすぎないでね。隣が近いから、往復の時間が節約できるし。お姉さんも早く休めるでしょ？妹さん、気が利くね。数日後はお祖母様のご成就入りで、光実家は人手が足りないの。姉さん、一晩だけ我慢してね。そうだ、姉さん、お祖母様のご長女入りは、都の権力者が集まるの。あなたのこの服、とても人前には出られないわ。その時は、私がちゃんとした服を用意するから、あなたは、あまり話さない方がいい。工作区の面も、を潰さないようにね。二承知、うちの奥様とお話ししたいんじゃなかったの？まだ時間は早いから、もう少し休んで。
お嬢様。妹さん、大丈夫？年間は田舎で農作業をたくさんしてきたから、手の力が強くなりがちで、妹さん、ご容赦を。覚えてろよ、お前ら。姉さん、何を言ってるの？私もお姉さんともっと。お話ししたいけど、もう夜も遅いし、明日また姉さんに会いに来るね。お嬢様、奥様がお参りから戻られました。祝女お嬢様にお話があるとのこと、母上に伝えてください。姉さんは体が弱いから歩くのが面倒なの。話があるなら自分で来なさい。それは、ちょっとどうして、彼女が戻ってきたの？私の言うことが聞けなくなったの？いいえ、すぐに伝えます。待って。伝えておけ。姉さんは長旅で疲れているから余計なものは裏庭に一歩も近づかせるな。果物や食べ物、シーツや布団も一切届けさせるな。姉さんの休息を妨げないように。行け。はい。戻ってきたからって、私のものを奪えると思わないで。本物の令嬢だとしても、私が離老の婦人として、田舎者に負けるはずがない。もう数日だけ楽しませてやる。祖母の誕生日宴で、必ずお前を泣きながら、田舎へ追い返してやる。来たいか？来たくない。でも夫人が心配だ。もし殿様や皇子が夫人のこの様子を知ったら、この教習所は大騒ぎになるだろう。夫人、私たち行きましょう。彼らは全く自首を認める気がない。ゴージャコ家の本物の令嬢なのに、小さな理論に頭を下げるとは、夫人の下に彼らがふさわしいか？もしワンダ様が知ったら、この紅着家は、きっと壊滅させられる。モンカーの親探しは、ただ願いを叶えたかっただけ。気にしないで。聖書の指すまであと数日。ここで、コギンたちの状況を待って、一緒に宮中へ入ろでは、今夜は夫人に我慢していただくしかない。アシーアリアシオンが買い出しに行く。う。リエンセン、今夜は、もう誰も来ないだろう。研修場のヨシは、美味しいものがたくさんあるそうだ。行ってみないか？いいわ。彼女ずいぶん偉そうね。私をわざわざ来させたなんて。足が不自由なのか、手が動かないのか見てやる。挨拶一つできないなんて。夫人、お怒りは無用です。塩湯様は田舎で育ったので、礼儀を知らないのです。ゆっくり学ばせれば、これくらいの礼儀も教えてもらわないと、何十年も生きてきたのに、こんな娘がいて、工作生の恥だ。銀銀の半分にも及ばない。これは、どうしてこんなところに？誰が手配したの？いくらなんでも。公爵家の令嬢でしょ？インインスマンが手配されました。ニーデの騒音が、スユー様の休息を妨げるのを心配されて、やはりインインは気が利く。田舎から戻ったばかりで、確かに人前に出て笑われるのは良くない？はい。夫人。公爵が前広間へお越しください。ご隠居様の誕生日宴の贈り物について。誕生日宴が大事です。ちょうど会いたくもない。あなたが言って、礼儀を教えなさい。誕生日宴で恥をかかせないように。はい。今日の朝食は、確かに、当時より種類が多い。奥様がお好きなら、リアン・ヤンガンが覚えます。同州に戻ってから、毎日奥様にお作りします。ありがとう、リアンちゃん。姉さんは田舎から戻ったばかりで、お屋敷の錦の着心地にはなれないでしょう。これは、私がわざわざ選んだものです。生地が柔らかめなので、まずはこれで慣れてください。それと、このアクセサリーは、大したものではありませんが、田舎のものよりは、大彩がいいです。嫌わないでくださいね。
りがとう、妹さん。姉さんが気に入ってくれてよかった。それでは、ナさんの休息をお邪魔しないように。行きましょう。ふふ。主優様、奥様が応接までお話があるとおっしゃっています。母上、いい。夫人にお目通りいたします。よろしい。3日後は、ご老母の80の火事の宴です。その時、途中の方が参列します。私とクージーが相談しました。腕の席で、あなたをヤ女として、皆に紹介します。これはあなたの服です。服を大切にすることを覚えなさい。私たちの夫人は、本物の真のお嬢様です。養女なんて、とんでもありません。母上、それはできません。やはり、ナさんこそが本当の工作家のお嬢女様です。インニャンはこの身分は姉さんにお返しします。これからインニンは母上と父上。そばで孝行できません。あらあら、私の愚かな子よ。何が本物で偽物だ。あなたは母の命の子よ。私の見つめなんだから、あなたは、これはあなたのもの。風の宴にはこれを着なさい。二度と田舎将のような格好を見せないで。この生地はおそらく公爵家で最も身分の低い下僕でさえ着ないでしょう。公爵家の娘として、たとえ養女であれ、一言一語、私たち公爵家の顔を荒らします。宴は人が多くて雑です。だから、あなたは控えめに身分をわきまえて行動しなさい。公爵家の人々を巻き込んで、恥をかかせないように。それと、その手のボロいもの、宴の日には刺しなさい。こんなものはお目にかけられません。抜きなさい。ボロいもの。彼らは知らないでしょう。この腕は一つで、10の定員公爵が買えるということ。練習やん。主人様たちは、ボローボの火事の宴に合うでしょうか。では、リーエン、ツヤンが準備いたします。全部焼いてしまいなさい。ワネーダが私がこんなものを着ているのを知ったら、めちゃくちゃになるかも。お南省の同福記雑貨店に届けて、店主に渡せばいい。うん。姉さん、故郷が恋しいんじゃない？うちの甥っ子3人。今、どれくらいかな？祖母の誕生日も近いし、姉さん彼らを連れ戻して、家に戻らせたら？シーユーは、田舎者は見せられないって。公爵に連れてくると恥をかくって。あれは、父親に受かり口調よ。気にしないで。ササトリアンシアンに、人を迎えに行かせて、祖母と一緒に過ごさせて。2番目のお嬢様の言う通りです。リエンシン、すぐ準備します。わなおしゃん。よく気がつくわね。じゃあ、私は先に戻るわ。早く、鎧衆どもを屋敷に連れてきて恥をさらしなさい。そうすれば、途中が知るわ。本当の名門霊女が、誰かってね。奥様ご安心を、リエンシアン側はすべて準備しました。戦いのため、彼らとは長く離れてた。本当の家族と呼べるのは彼らだけなの。家族揃って過ごせる。
金剛様、お手紙が届きました。橋への字だ。今日に来たの。行こう。会いに行く。このレインシン様。さすが公爵家の娘だね。そうだね。公爵様、お幸せです。あれが、インギョイン様か。本当に品があるね。ほら見てごらん。この顔立ち。あら、公爵家の令嬢は、高貴で優雅。公爵様、いい娘さんで、そうだね。しかも、次郎夫人。これで、天公爵家は、出世街道まっしぐらだ。出世か。せいぜい節ン女が喜ぶくらい。それでおしまいだ。皆様、ご来場ありがとうございます。本日はもう一つ、お伝えすることがあります。こちらは、公爵が芸女にした。練習湯です。公爵が養女にした。練習湯です。なんだか見そうだね。田舎者だからね。養女か、やっぱりね。公爵家の帝女があんな田舎者風なわけない。そうだよ。公爵家の顔を潰してる。彼女のこの貧相な様子を真実化にしてよ。やはり公爵様が認めた方だ。公爵家の顔を立ててあげるわ。こちらは小娘の英英。サマリ両夫人です。お利口で物分かりもよく、私たち夫婦のマス中のです。だら、これを見てよ。やはりお姉様は気品がある。これがお嬢那様らしい姿だわ。これこそ公爵家の霊障。気品が全く違う。この化粧を見てよ。なかなかのものだ。本当に美しいわ。黒体に、快楽と水を祝います。お座りなさい。お座りなさい。いけ？孫母様、これは孫があなたのために用意したお祝いの品です。あらまあ、このお体はお幸せです。この高校心をご覧なさい。本当に珍しいことです。これは綺麗。お嬢様、お小遣いありがとう。これはお祖母様が一番お好きな片っぽの観音像ですよ。この白玉の観音像のために水分と苦心したんです。あ、本当に素晴らしい。これはすごいものだ。そうですね。見た目も確かに良い。本当に心がこもってます。お祖母様もあなたを可愛がった甲斐があったわ。お姉様はどんなお祝いの品を用意したの？聞くところによると、昨夜、お姉様は馬を飛ばして記事で田舎に帰り、私の3人の包囲を連れてきたそうですね。おそらく、たくさんの田舎の特産品をスレーとして準備したのでしょう。言ったでしょ？あの3人の野生児を公爵らに連れてきて、家を嗅がせるなど、よくも勝手に迎えに行ったな。義父、どんなに野生でも、子供は先祖を祀るべきです。あなたは完全に狂っている。公爵家はこんな田舎者の子供を認めない？誰が入ろうとせいわらえ。公爵様、野生児たちは、すでに公爵へ向かう路上です。なんだって。孔明急げ。決してあの部屋こりで家事して、公爵館に入らせて名声を取らすな。はい。ご陛下けだだり。天狗、誰を撃とうというのか。底辺語、誰を撃とういうのか。美人、陛下の自まりを恐縮を迎えし、満腹金安を申し上げます。金剛陛下、満腹金や。みな、立ちなさい。構わない。天下に感謝します。公爵家がナジュの啓示と聞き、本宮も賑やかしに来た。底辺公、差し支えないか？陛下がご降臨され、公爵家は輝きをはします。老臣、願ってもないことです。
ご老体の福図が7からんことを、陛下に感謝します。天候が義理の娘を認めたばかりで、めでたいことなのになぜか、こんなに怒っているのか。さっき、口々に追い出せと言っていたのは、誰のこと？ただの田舎のああような娘で、言うまでもない。天候が認めた義理の娘なら、身分は当然特別だ。合わせてくれ。申し上げます。犠牲は田舎の出身で、大舞台を見たことがなく、礼儀を知らず、宮根の目を下す恐れがあります。会わなくてもいい。今日の誕生日宴、料理人がたくさん美味しい料理を作った。にゃんにゃんにご賞味いただきたい。大胆だ。にゃんにゃんのご命令に逆らうのか？人事は恐れ多い。どうした天候の義理の娘に、本気は早いのよか？会えます。にゃんにゃんは冗談を。黙れでな。ここで手たらめを言うな。周遊。こんにゃにゃがいらっしゃる。早く前に参上しろ。周遊。可以。まあな、どうしてこんなに礼儀知らずなのか。さっきまでここに座っていたのに、お嬢様は？じゃあ僕も知りません。皇塾の霊女がこんな扱いか。皇塾はもうここまで苦しいのか？早く下げろ。はい、どうしてこんなに礼儀するのか。申し上げます。あの娘は田舎から連れてきたばかりで礼儀を知りません。今もどこに隠れているかわかりません。美人が彼女を見つけたら改めて宿にあや謝罪いたします。させ、公爵か全体をひっくり返しても、本宮は彼女に会う？あなたはなぜわざわざこの紅茶家の義理の娘に会いたいのか？まさか皇室に罪を犯したのか？もし本当に皇室に罪を犯したなら、この紅茶家の3体も終わりだ。皇爵家に迷惑をかけると分かっていたら、最初から彼女を探し戻すべきではなかった。ボートで死んでいればよかった。本番さん、ちょっと聞きたいことがある。昨日の周遊お嬢様のイアンネクションは田舎に人を迎えに行ったんじゃなかったか？迎えた人は？さっき入ったばかりじゃないか？あの娘がどんなコネを掴んだのか。557がジェットの談笑している。この公爵家はこれから大きく変わるだろう。何？本当か？いや、当家がこの耳で聞きました。間違いありません。どうりで彼女はあんなに余裕たっぷりの様子だった。そういうことか。恋。恋？お嬢様ダメです。もしゴーヤに知られたら、私たち、綺麗に片付ければいいだけだ。心配するな。私もサマイローの夫人だ。父が知ったとしても、私をどうこうはできない？姉さん、運が悪かったとしか言いようがないな。先生では、風着氏の二円様として生まれ直せよ。本当に、この妹を甘く見ていたわ。なんて、腹黒いんだ。手口もなかなかのものだ。お前たち、大胆にも私たちを監禁するとは。おばあさん、この娘は皇室と深い関係がある。もし本気で追及されれば。あなたも私も関係を断ち切れない。完全に消えてしまえば、関係はなくなるだろう。彼女たちを鳩に出せば、生き延びられると思っているのか？でも彼女は皇族家の本当のお嬢様だぞ。バカ者、皇族のお嬢様は、お嬢様お一人だけだ。お嬢様とこれだけ長く一緒にいて。あの時のことを忘れたのか？彼女を殺すしか、お嬢様が、これまでの笑顔を保つ道はない。母上、一体どこへ行かれたのですか？
申し上げます。公爵ホチェの隅々まで、修行様はお見かけしませんでした。ふざけるな。あんなタイの大人が消えてなくなるわけがないだろう。もしかしたら、姉様は遊び好きで、一人でこっそり出て、街をぶらついているだけかもしれません。公爵家のすべての門番に聞きましたが、修行様がお出かけになるのを見た者はおりません。探せ。続けて探せ。などうち、おパンってでも彼女を見つけ出せ。はい。なぜ皇后様はこの公爵家の養女に飼おうとなさるのですか？もしかして外で何か問題を起こし皇室を怒らせたのでしょうか？もし本当に皇室を怒らせたらこの公爵家の安泰な日々もここで終わりだな。皇后様、どうかお怒りにならずに、当時彼女が天涯孤独であるかったので養女として紅茶街に連れてきただけです。他のことは老心全く存じ上げません。天候よ、安心せよ。本宮は皇族がを巻き添えにはしない。その養女はどこに住んでいた？本宮を案内できるか？本宮が綺麗に処理してくれているといいが。死体を残さずに。皇后様、どうぞこちらへ。皇后様、ご無事で。お願いです。殺さないでください。私に手を出して、旧族皆越しを恐れないのか？お前はただの田舎のお女様だ。公爵様でさえお前の身分を認めていない。旧族皆かとしの権利などあるものか。権利があるかどうかは、すぐにわかるだろう。しかし今、私が知りたいのは、お前が言っていたあのこととは一体何なのか？言いたくないなら、それでもいい。孫様にお任せしよう。宮中には人を苦しめる方法はいくらでもある。あなたは一体何者なのですか？皇后様？ここには本当に誰も隠れていません。皇后様、ここはただの物置部屋です。人なんて隠せっこないわよ。壊して探せ。はい。な。フィカ島、大丈夫ですか？裏庭は来たらしいです。お戻りになってお休みください。まさか、公爵家にこんな野蛮な場所があるなんて。田舎から来た女にいい庭を与えても住み慣れないでしょう。公爵で雨風をしほげる場所があるだけでも、なあ、彼女にとっては十分な恵みです。平安公は本当に心優しい方ですね。おひよい様、お褒めすぎです。この部屋も開けてみせなさい。なぜお義様は彼女を探すのですか？彼女は一体何をしたのです？何を？天候。あなたは大胆だな。よくもそんなにひどい仕打ちを。冷たいお茶や粗末な食事ができなく、こんな汚らしい場所に住まわせるなんて。何が田舎の養女村娘だ。あれが、この私の、皇下様。夫人がおっしゃいました。今は状況が緊迫しています。おひよね様は、一国の母として、発言と行動はよく考えてから、母では見つけたら、公爵さとじっくり清算します。ドアを開けなさい。牧師様、これは私の月2の部屋です。彼女は今着替えに入ったばかりで、捜索は不便です。これよ、まだ着替え終わらないの？早く出てきて、皇后様に愛知をしなさい。開けなさい。はい。鍵がかかってる。レンコを壊しなさい。夫人、お下がりください。モンジ。どうしてあなたが？お姉様、私を見てがっかりしているようですね。お姉様は誰を望んでいたのですか？皇后様。こんな小さなこともできず、役立たずめ。我が家はとっととから早く屋敷を出て身を落ち着けなさい。残しておいても無駄だし、かえって悩みの種になるだけ。おとなしくしなさい。きれいに片付けなさい。
こは少なくとも公爵への愚犯です。そんな処分の仕方で、夫人が乙女になるのを恐れませんか？私の夫は陛下の提灯で、洋食を握っています。父上と運命を共にしているこの屋敷で私が処分できないものなんてあるでしょうか？むしろお姉様こそ謎めいています。田舎に身を置きながら皇室と関係があるなんて、お姉様は一体何者なのですか？まあいい、言わなくてもわかります。きっと蓮子さんが蜂をポイジンで、初めて会った時から金剛様の気に入りになったのでしょう。それで少しばかり顔を立ててあげているだけです。こんなご主人様に伝えていて将来があるとは思いません。それなら私のところに来てください。私は少なくとも公爵家の令嬢です。しかもザーレロの夫人でもあります。きっとあなたを操作ならしません。2番目のお嬢様のおっしゃる通りです。では、本蓮に船さんはどうしますか？姉さんから人一以上いただいたので、ヤンウィンは姉さんに差し上げます。私のこの次女もとても賢くて、何を言うべきか、言うべきでないかを分かっています。行きましょう。薬の効果はまだしばらく続きます。話せないなら書いてください。教えてください。あなたは何を知っているのですか？小の娘、出てこい。小の娘め、さっさと出てこい。お父様、お怒りにならずにお体をお気遣いください。イエさんはきっとお薄いです。クカ、お前は一体何をしたのだ？この王様がなぜそこまでしてお前を探しているのだ？宇宙から連絡が来て皇后様をお呼びしなかったら、公爵家全体がお前のせいで巻き込まれるところだった。皇后様、ここにはお入りになれません。皇后様に申し上げます。各地より伝言があり、皇后様には祖国ご帰還をとのことです。母上、娘はまた後日お伺いします。ご帰還、皇后様、お気をつけてばに。会話にも元気な顔必死に止めてくれたので、さもなければ特に首が飛んでいたでしょう。こんな妹がいて、あなたは頭を下げて感謝すべきです。お父様、お急ぎにならずに、姉さんがどんな過ちを犯したとしても、私は喜んで、お前を引き受けます。ちょうどいい。私も公爵様にお聞きしたいことがあります。七時じゃ言うには、公爵家は40年も私を探していたそうです。郊外から校門まで何の音沙汰もなく、同州から教州までは100里足らず、どうして40年もかかったのですか？やっと私の居場所を地についたというのは、本当に見つからなかったのか？それとも探したくなかったのか？そんな昔のことを持ち出すな。あの時、お前が遊びたがって、どうしても屋敷を出たからこそ、田舎で、40年も放浪し、今こんな家馬になったのだ。私が遊びで屋敷を出たのは確かです。でも丸40年、公爵では、本当に心を込めて私を探したのでしょうか？それとも、誰かが家で侍して、わざと公爵に私を見つけさせなかったのでしょうき？お前、姉さんは、外で40年も放浪し、たくさん苦労しました。やっと見つかったのですから、守護長に恨みがあっても仕方ありません。それなら、私が暗算の代わりに、宮中で罪を引き受けましょう。公爵家の養育の恩に増えるために、私は公爵家まで血筋ではありません。どんなに大きな過ちをしても、公爵家に迷惑はかけません。バカな子だ。この件はお前に無関係だ。お前は、永遠にお父様の良い娘、公爵家の霊女だ。私がどうしてあなたに罪をかぶせられようか。最初からあなたを探し戻すべきではなかった。こんな大変なことを起こしてしまって、まだ悔い改める気もない。今日は、顔で懲らしめてやる。今度からキックに連れて行って、罪を償わせる家宝を持ってこい。山漬け。トヘ、どうかを考え直しよう。根は体が弱くて耐えられません。やっと歩きを晴らせるわ。あと、どれだけ得意でいられるか見ていなさい。
でもこの板で打たれたら、せいぜいすご日寝込むくらい、大した意味はない。むしろ父への手を借りて、彼女と高齢を完全に始末してしまえば、私が公爵唯一のお嬢様になる、あの出来事も、土の中に消えて、二度と知られることはない。かわいい娘よ。やっと見つけたわ。こんなに大きくなって、早く母さんに見せて、ごらん。公爵家の待遇はなかなかいいね。お父さんが昔、あなたにいい将来を用意してくれたおかげだ。お嬢様として何年も過ごして。今こそ恩返しの時だ。早く金を出せ。私の掛け債を返すんだ。無礼者、誰があなたたちの娘だというのか。私は公爵のお嬢様だ。こんなデタラメを言って、役所に突き出されるのが怖くないのか。お嬢様、あなたが生まれた時、この私が取り上げたんだよ。信じられないなら、自分の右腕を見てごらん。赤いあざがあるだろう。あの時私が連れ去らなかったら、公爵家中の本当のお嬢様を、あなたをここに送り込むこともなかった。あなたは今もタバクシの、ロチデやお無双家を洗っているはずだ。性分にサインしなさい。親のを買い取る。これからは、あなたたちは、禁酒に現れてはいけない。外にも一言も漏らしてはいけない。私に関することを、それと、本当の公爵戦後お嬢様を永遠に消えさせなさい。これができれば、毎年500両あげる。私が死ぬまで、お嬢様、交通州から手紙が来て、彼女の消息が、おそらく、公爵家はすぐに人を探しに行かせるでしょう。早じ付近に落ち着いている？書き直しなさい。ハナンにいると当初にはいないと。ハネンゴを探させなさい。それからあちらに伝言を。もし彼女を生かして帰らせたら、コードレになる。はい。お札様、どうか早く名を見つけて、苦しみを少なくさせてください。恨まないで、この公爵家には、お嬢様は一人しかいられない。私の前にひざまずけ。なぜひざましく必要がある？私に何の罪があるというのか。真上を冷やせず勝手に離れ。さらに、皇室にしゃがらい、公爵家に迷惑をかけて、まだ罪がないというのか。彼女を押さえつけろ。今日は、彼女は服するまで撃ってやる。はい、公爵様。誰が私に手を出せる？命が惜しくないのか。姉さん、お父様のお言葉に従ってください。今日、皇后様があんなに怒られたから、きっと軽くは済まないでしょう。怖がらないで。私が一緒に中へ行きます。おはようが、君様ようが、私はあなたに行きます。ただ、皇后様に甲府を巻き込まないで、私たち二人の命で、甲府の100人以上の命と引き換えにするのは、やっぱり割に合います。その偽善的な態度はやめて、見てて気持ち悪いわ。姉さん、本当に、甲府の100人以上の人を死なせたいの？甲府の100年の起業は、あなたの手で壊してはいけない。インの言う通りだ。甲府の100年の企業は、絶対に、あなたの手で壊してはならない。カホはもういい。処刑する。タンス分の間。あの手この手で私を連れ戻したのは、私の命を取るためですか？物を持ってきなさい。あなたが甲府に迷惑をかけたのだから、当然、死をもって罪を償う。少しは大才を保たせてやる。選べ。やめなさい。皇子、雄英は私たちの地味の娘です。どうして彼女を処刑するなんて忍びられますか？そうです、父上め妹は。確かに過ちを起こしましたが、近藤様は請求されていません。なぜ処刑しなければならないのですか？息子が、宮中へ行き、皇后様に謝罪します。父上。妹を許してください。お父様、ヒューラお父様、飴が食べたい。ー。よう、お嬢様に飴を買ってきなさい。たくさん買ってね。彼女はそれが好きなんだ。お父様、私も行きたい。いいよ。お嬢様の面倒をよく見て早く行って早く帰ってきなさい。はい。ゆいでで、皇爷、大変です。お嬢様がいなくなりました。なんだって？いや、やはり私の義の娘だ。子が教えられないのは親の手。それなら私はこのロイボレの顔を捨てて、宮中へ謝罪に。父
父上は甲府の大黒柱です。宮中へ謝罪に行くことはできません。どうしても命を継がなければならない。インゴを行かせてください。これも、生と母上の養育の恩に入ることになります。妹は、なぜそんな愚かなことをするの？愚かな子は。どうしてあなたを罪の身代わりになんてさせられよう。インイン、痛くない？大丈夫？何を笑っているの？あなたのせいでなければ。甲府がこんなに大騒ぎになるなんて、最初からこうだと分かっていたら、こんな、泣いちゃんだ方がまだマシだったわね。今みたいなことになるくらいなら大変なことになっちゃった。もういいよ、お兄さん。皇后様はお姉さんを許さないよ。やっぱり人間に命で償わせよう。おちかを平穏に戻すために。いい妹よ、自分を言いつけちゃダメ。お父様、お母様、人間は紅茶系の経数字じゃないけど、長年、彼女はいつも傘に精密的に洗い、高校で賢かった。一度もミスをしたことがない。彼女の過ちなのに、なんで人間が背負わなきゃいけないの？それって公平？だったら、あなたは、公平？私が迷うになってたあの年、私がどうやって過ごしてきたか、知ってるの？本当にお嬢様気取りね。起きて死んだふりするな。仕事が終わらなきゃ、今夜は部屋に入れないぞ。お嬢様、ゆっくりで。お嬢様、お腹空いてる？お菓子を一口どう？小さな台所で作ったばかり。お嬢様、まず牛乳を飲んで。これは奥様がわざわざ持ってこさせたものよ。甘さが足りない。次はもっと蜂蜜を入れてね。インインが好きお嬢様が好きで、もっと食べられるなら、蜂蜜はいくら入れてもいいよ。止まりなさい。この死に損ないの娘。なの。もう私を叩かないで。死に損ない。私に売られたのにまだ逃げようって？短命の厄介症、本当、嫌なやつ。この子、私たちと縁があるね。私たちの養女にしよう。このインイン、言えよと。こんなに似てる。もしかしたら運命なのかも。これからは、インインを私の娘よ。公爵唯一のお嬢様。丸40年。彼女は私の場所を死ねて、映画を決まってた。でも私は、外で流れ暮らし。生きるのに必死。やっと安定した生活ができたのに、公女家はわざわざ私を探し出して、侮辱するだけでなく、でっち上げの罪を私に着せようとしてる。私の命を、お父様、お母様、あなたたちの心の中に少しの後悔もないの？私、あなたがそんなに苦労してたなんて知らなかった。母上、私がお姉さんに申し訳ない。この借りは私が返します。ただ、私の夫がかわいそうで、まだ一度も会ってないのに、彼は公爵家と運命を共にしてる。私がいなくなっても、父上のために尽力してくれるでしょう。妹を隣の部屋で休ませなさい。この件は私と母親が処理する。あなたがいた後、あなたの位牌を東堂に置く。コースを招いて高揚してもらう。母上も毎日あなたに会いに来る。わあ、that's ma。かないねで。玉中、お父様の言うことを聞きなさい。あなたたちに私の生死を決める権利はない。私を州へ行って、皇后様にお会いします。シャドも彼女を押さえつけろ。新華ジャング新優が屋敷に到着。母上、
これはどういうおつもりですか？理由もなく余計な女性を拘束するとは非公示ですか？これは我が甲府の火事。あなたには関係ない。それは魚の目を長く持つばかりで、目があっても自慢がない。誰にでも手を出すとは、究極皆殺しをこうのないのですか？でんたら目を言うな。ただの田舎者に過ぎない。甲府が認めた義理の娘。彼女の精子は、我が甲府が決めること、あなたが口を挟むことではない。春遊。たとえあなたが、名高い上演でも、ここは低温甲府だ。あまりにも図に乗るな。低温甲府がどうした彼女に手を出すなら。噂は、甲府を木で染めてみせる。女王様、陛下のご報をお届けに来られたのでは？どうして喧嘩になっているのですか？おかしい。母親はとっくに教習についているのに、なかなか空中へ行って褒美を受け取らない。手紙を送って、甲府で会おうと言ったのに、長切っても、なかなかを出さず、霊を広がし、工房を書かせ、こっちに甲府へ人を探しに行かせ、やっと見つけたのに、会わせてくれない。あは、一体何を考えているのか。ここまで来たからには、まず、母親の言うことを聞きましょう。クーリエシャレナ。普段から下半身に燃える成分で、俺だけの人数が一人の弱い女性をいじめるのを見て、つい我慢できず、お許しください。これは甲府の火事。あなたには関係ない。用がなければ、新荘園。早くお帰りください。もちろん用はあります。神が今回見たのは、陛下の猶予を解くためで、数日前、区の郊外で疫病が蔓延し、多くのピンが亡くなりました。陛下は心を痛め、特に私に工事へ通告するよう命じられ、可愛いゼイボイユグナの理事を探し、どこへ清金内を探しに行けば、光栄に申し上げます。光栄とニハネ様が田舎にいたとき、水曜で行って治療を求めたことがあります。いくつかの処方箋をいただき、イリも少し学びました。ニヤ様に試させてみてはいかがでしょうか？面白いことが始まりそうだ。ダメだ。田舎者が何を知っているというのか。恋でも手に負えない疫病だ。万一処方に誤りがあれば、開催を招くことになる。陛下はおっしゃられた。もし処方箋を求め、上皇の疫病を解消できれば、誰であろうと、賞金1万両、かに昇進を賜ると。こう言え。才能を発揮できずにいるなら、試してみては。それに、流体にさえ手のししようがないこの疫病。たとえ間違っていたとしても、陛下はおそげにはならないでしょう。この薬の処方は確かに効果があります。蓮子がかつて田舎で病気になった時、2番目のお嬢様が、この処方で私の命を救ってくれたのです。父上、役に立つかどうか、姉上に処方箋を書かせて、郊外に持っていて試してみればわかるではありませんか？これがあなたにとって唯一の機会です。薬空気は1位があってはなりません。今日からあなたは、覚えた時が、あなたの養女としての身分が回復する時です。蓮子、早く医者を呼びなさい。ロスチャダや皮膚は、親から授かった愛を込めき、その一位だでくでく、あなたの母の心臓を切り裂くようなものだよ。はただ、公爵家が安泰であること、祖国が無事であることを願っています。母上、コンパードン。これがあなたの言う公爵家の家族ですか？なぜ私を止めるのですか？なぜここに留まって屈辱を受けるのですか？彼らは家族ではありません。あなたこそが私の家族です。ここに留まっているのは、まだはっきりしていないことがあるからです。あなたは朝廷に就いたばかり、どうしてそんなに衝動的になれるのです？でも、彼らはあなたをあんなに侮辱するのです。私がどうして我慢できましょう？安心してください。私は整えています。林官がいますから、大丈夫です。蓮華、言ってごらん。もし野獣の処方箋が本当に効くなら、私が代わりに宮中で褒美を受け取ってきましょうか？ムカすぐ2番目のお嬢様に処方箋を準備させます。よくわかっているね。旦那様、郊外から連絡がありました。2番目のお嬢様の薬を使ったところ、病気にかかった民衆の症状が軽減しました。あと数日で全開するそうです。
よかった。まさか、彼女にそんな才能があったとは。誰か。2番目のお嬢様に違いをさせ、私と共に宮中へ参るよ。父上。やはり私が父上ととも宮中へ参りましょう。カニョンは戻ってきたばかりで、超持ちのません。彼女の一騎手投足は、すべて紅着手の運命に関わっています。もし、また、何か問題を起こしたら、これまでの苦労が水の泡です。でも、どんな意味なんだな。でも、あなたは、幼歳頃から、慶州で育ち、医学も学んだことがありません。毎日、皇帝陛下がお尋ねになったら、どう答えるべきか。昨夜、ニャンワンが、アレ様の昔の医学修行と診療の経験をすべて話してくれた。少し手を加えれば、簡単にごまかせる。その時、姉様に樹のふりをさせて、宮中に連れて行き、指示をもらえば、絶対に間違いない。うん、それで行こう。着替えて、私と一緒に空調へ。はい。陛下は庭園校が以上を見つけたと聞き、わしがここで待ち、以上連れてニャニャのご体調を待るようお命じになった。ここについていて、見ていきなさい。次女も連れて。ニャニャ、いい匂が参りました。ニャニャはしばらく前からご体調がいすれず、はいも何度か見たが、病院はわからなかった。以上。よく見てください。にゃおせれば必ず熱く褒美を取らせる。夏、任の脈。おめでとうございます、ニャナはごなちにです。大臣の脈は力強く安定しており、きっと優れたご水気でしょう。大胆な。相川はもう50に近く、長年未亡人だ。そして婚姻などできようか。お前が庭園公が連れてきた以上か。いいえ、私じゃありません。彼女です。妹はもう工房を引き受けました。君を欺く罪は、旧族の外す。その旧族には、サムリローフも含まれます。黙っていれば、相手が許すとでも思うのか。皇室の顔に泥を塗るとは死にたいのか。そのども、王ども。ふーって。太后娘娘。私の医術が未熟でした。太后ニャニャ、お許しください。もう一度脈を見させてください。その口を打ちつぶせ。解放の罰を、よくも避けるな。マサども、抑えろ。よし。少し懲らしめるだけでいい。はい。太后娘娘、お怒りはごもっともですが、お嬢様はわざとではありません。この頃、彼女は郊外の疫病対策に心身を砕き、寝ずに働き続け、疲れ果てているのです。だから精神が混乱して、皇室の顔を傷つけてしまいました。太后娘娘、いい美容治療の功績を考えて、今回はお許しください。出ていけ。太后娘娘のご恩に感謝します。これ、どうしてこんなことに？彼女に聞け、彼女が家族全員を危うくしたんだ。医術は少しここられているとですから、ご心も当然です。私も妹の罰を受けたいのですが、もし私が口を描けば、皇族家にまで迷惑がかかります。陛下を欺く大罪を犯すのも、やむを得ないことです。あなた、もういい。ないから言っていたでしょう。これは極めて危険だと。それでもあなたは危険を防した。もう後戻りはできません。よし、これ以上争いは許しません。あなたたちは姉妹です。はあ、同じ枝に生じるが、栄誉と敗辱を共にする。力を合わせるべきです。公爵化のために尽くすのが本筋です。誰があなたたちと同時だなんて。
私は幼女に過ぎません。急の世紀になっても、私の番は回ってきません。この、ここへめくえフェルデミクリズルアルマ。天候、まだここにいらっしゃったのですか？陛下が、ずっとお待ちです。おとなしくしなさい。忘れないで、あなたの田舎にいる3人の野良種を。陛下にご拝謁申し上げます。陛下、万歳、ご安泰でありますように。お立ちなさい。礼は結構。聞くところによると、天候のご令嬢女は、スクオーガに指示されていたとか、それは本当か？陛下に申し上げます。お娘は幼少の頃、ある機縁を得まして、スヨーガニで、わずかながら医術を学びました。陛下の護衛に少しはお役に立てるかもしれません。素晴らしい。天候、反抗存じないでしょうが、当主の疫病は、夜行大ザリア6、どうしたのです。チロコの疫病も、J は必ず重ねて褒美を取らせよう。神社の娘、指名を修安縫いを務めます。では、直ちに処方箋を書かせていただきます。どうぞ。あんたがそんなに素直なわけがない。何か話んでいるんじゃないか？私もあなたと一緒に、緊急号に行くのですから、得えれば共に耐え、損すれば共に損する。わざわざ自分を苦しめる必要などはありません。もしまた何か策を意図したら、必ずあの3人の子供を、ご安心ください。この処方箋は、陛下が必ず重視されるでしょう。小娘は処方箋を書き上げました。母に血の子へ届けよう。かしこまりました、陛下。陛下に計上いたします。証拠の患者が目を覚ましました。熱も下がり、人も随分元気になり、食事も取れるようになり、歩くこともできるようになりました。林尾沼様の処方箋は、奇跡の効き目です。よしよしよし、褒美を取らせよう。J は、お前を一品米夫人に封じる。荷を改めて見据えや、まあ。陛下のご恩賞に感謝申し上げます。この一品方面夫人、褒美と、身の用で取り目以上あっても、その服を享受する命はないでしょう。母上、陛下が私の疫病治療の功績を認め、一品、ハーメンの褒美をくださるとおっしゃいました。本当ですか？娘の手柄で工作家に比類なき栄誉をもたらしました。これからは、さあ、豆腐の命は、あなたと屋根の肩にかかっているわ。はい、父上。娘、息子、期待に背きません。すぐに仕立て屋を呼んで、何日か服を作らせましょう。それから、図屋に行って、気に入った宝石類を選んで、好きなだけ持って行っていいわよ。これらはすべて、あなたとお兄様のものよ。お母様、本当に優しいわ。なるほど。彼らを教師に連れてきなさい。トペグザ贈り物を用意するから。あの女はもう半年も金をよこさない。どこにいるんだ？あなた方が、お嬢様の実のご両親なのですね。皇族様は、お嬢様にはご両親はいないとおっしゃっていました。昆山寺で拾われたと。実のご両親なんているはずがない。どういう意味ですか？私の手元には彼女が実筆でサインした縁切り証文があります。これにはっきりと年500両で親子の縁を買い取ると書いてある。天守には戻らない。彼女の名を口にしない。それにあの女を始末するよう我々に頼んだばかりだ。まだそんなになっていないというのに。もう時間か。早く金をよこせ。でなければ今夜、公爵邸に乗り込んで、大騒ぎしてやる。今まで彼女が我々にやらしてきた汚れ仕事を、すべて公爵様に話してやる。お二人とも、そんなに急がないで、間違いを恐れていただけです。証文があれば十分です。お嬢様はおっしゃいました。彼女は陛下から、一品説明夫人に殉じられたと。お二人が実のご両親なら、育ての恩はなくとも、生みの恩はあります。数日後、彼女が馬車を手配します。お二人を三重中へお連れし、共に映画を楽しみましょう。本当ですか？よかった。
金が手に入る。うちのイングイン。本当にすごい子だ。ボーフの名誉を高めただけでなく、サムリアローフの顔も立たせた。そうだな。兄貴までついでに出世させてもらったよ。下手目を言うな。私とあなたの父親は何なんだ？インが今日あるのは、父親と母親、それに兄貴の手柄だ。インをこんなに立派に育てたんだから。当然、家族に初いるべきだ。さあ、一緒に宮中へ参りましょう。それはいい。今のうちにたくさん笑っておきなさい。もうすぐ笑えなくなるから。お嬢様、ご安心ください。ベンカーレさんが。すべて手配いたしました。今日はきっと妹さんが大活躍なさいます。空爷、おめでとうございます。高夫人、おめでとうございます。林お嬢様、おめでとう。妹さんが一品数名夫人にご封じられ、庭園国府は、これからは、妹さんに頼りにさせていただきます。一品数名夫人。まさに天からの栄誉、多門の晴れです。そうですね。皇帝陛下、皇后陛下、ご臨席。父ねえ、陛下、皇后陛下に配信いたします。陛下のご健康と皇后陛下のご息をお祈りします。お立ちください。礼には呼びません。陛下、皇后陛下、ありがとうございます。今日は皆様をお招きし、一つの喜びを分かち合いたい。遠石一の助力により、郊外の疫病は制御された。来週は太鼓を立てた。今は特に林を。一品数名夫人に夫人、金合併、霊老トマコたまる。両だ、全だば、贅沢一件を賜り、ショートする。陛下のご恩寵に感謝いたします。陛下が一品生命を授けられ、ご恩寵は格別です。死への一族は命を捧げて、生徳においたします。皇帝陛下、万歳、万歳、万々歳。では、皇后が実施しましょう。母上、おめでとうございます。陛下自らのご作風で。一品、いずれだかのさの花。そんなはずない。あなたが嫁いたのは田舎者では？母上、彼女が皇后様のポデなんて。レンス、よくも私を騙したな。西八へ、私は一度も皇后様と私が親しいとは申しませんでした。それはすべてあなたが勝手に推測したことです。あなたは、母上、本当にお茶目ですね。人に褒美を受け取りに来たのに、途中で皇府によって、何やら末に参加なさって。何日も行ったきり、連絡もなく。娘は本当に心配しました。私もそうしたくはなかったのよ。天候があまりにも熱心で、道で私の馬車を止めさせて、無理やり邸宅に招いたの。そういえば、この数日のおもてなし、庭園公に感謝しなければ、この衣食住は、すべて地内で最高のもの。私のような田舎者に、その華やかさを存分に味わわせてくれました。この服の生地は、皇府の一番下の子女のものさえ及びません。庭園公の度胸も大きいものですね。皇后様の母上をこのようにもてなすとは。そうです。今日の宮中への馬車でさえ、一番粗末なものを使用し、庭園公はこのように軽んじ、皇后様を全く頑丈に置いていません。庭園公、母上をこのようにもてなすとは、なんたる仕打ちか。いえ、違います皇后様。老臣は無実です。それなら、話してみよう。本軍がどのようにあなたを冤罪にかけたというのか。主よ、我が娘よ。ついに父上に会えた。なぜ身分を隠していたのか？私たちに教えようとしなかった。私たちが長年お前を探し出せなかったことを恨んでいるのか？お前の心に怒りがあるのはわかる。大丈夫だ。父も母も、そして兄も、主よをしっかりとつらってみせる。陛下、皇后様、慶州中が知っています。維新が
一人の娘を失ったことを、まさか娘が身近にいたとは。今、失ったものが戻ってきた。陛下と皇后様に感謝いたします。この惣菜の機会を与えていただき。よき子よ。私たちは血を分けたもの、永遠も食も共にする。これは永遠に消せぬ絆だ。もう怒りを収めよう。話したいことは家で話そう。公爵家こそがお前の家だ。こういえ、あなたは類プレたか？話が尻滅裂だ。何を言っているのかわからん。私にはそんな福分はない。何がジの娘だ。これは、孔家が先日、ようやく認めた養女ではなかったか？私は覚えている。トゥト君の誕生を祝いの日、孔家は適当に一言言って、冷たい茶と料理を与え、罪に追いやったではないか。どうして、夜になって、相手が皇族の嬉しのだとわかると、孔家は慌てて、親戚を名乗るのか？そうだ。私たちは覚えている。あの時、林が婚約した時、公爵家は裏を開き、布告を出し、いい塩が系図に書き入れ、対外的には唯一の女室の娘と宣言した。この公爵家には、一体何人お嬢様がいるのか？ゆうえや、過去のことはもう起こるな。私たちは結局、家族なのだから。家族？こういえ、もしあなたの頭がはっきりしていないなら、医者を呼んで処方箋をもらい、しっかり頭を直してもらえ。この国伝で出たら目を言うな。あなたは言ったではないか？私はただの養女だと。まだ数日しか経っていないというのに。自分の顔を平気でいつ、痛くはないのか？ニョンヤンは幼女ではあるが、幼少より屋敷で育ち、しかもサブリローの夫人である。すでに公爵者の顔となっている。今、お前が戻ってきて、エナ女の心が不安なのも当然だ。工作家の平穏のため、そしてあなたたち姉妹のナボー君マージさんのためにも、対外的には、彼女が依然として公爵シートの娘である。てか、お前は養女として、お前の母の名の下に記録する。すべて荒野のご意向に従います。あの時は知らなかった。お前が皇室とこのような縁があるとは。だから、工作家の女王様になれるかどうか。誰が工作家にもたらす栄光が大きいかにかかっている。道理で、あの晩、コージーが公職権の対面を守るために、私に自害を強したわけだ。公爵様の心中では、権力が治安よりも大切だったのですね。母に自害を強要するとは、よくも。いえいえ、皇后陛下、あれは誤解です。あの日は、猫児が陛下の怒りを買ったと勘違いし、隠れてしまい、チャルあまりあんな言葉を口にしてしまいました。公爵家は100年の名家、家臣数百人を抱えております。チューンとして賭けなどできません。私は一体どこへ行ったのか。では、あなたが皆に説明してくれ。私がどこへ行ったのかを。あの日、皇后はなぜ私を見つけられなかったのか。あの日、あなたは、卵が大罪を犯し、陛下の逆録に触れ、我が家は皆殺しになると言ったではないか。お母様助けて。私は何も知りません。は公爵家の実施ではありませんが、もたりたりかやお母様のそばで育ち、一度も過ちを犯したことはありません。お母様、どうかお助けください。本当に何も知らないのです。そんなことはいい。知りたいのは、誕生日の宴の日。シクは一体どこへ行ったのか。覚えていません。覚えていないのです。思いません。証人がいます。どうぞ。彼女が思い出させてあげましょう。コーレイン、行ってきなさい。公爵の次女、法令でございます。皇帝陛下、皇后陛下にご拝。起きて話せ。本人に申せ。誕生日の宴日、文宮の母は一体どこへ行ったのか。これ、黙れ、一応な。誕生日の宴の日、お嬢様は陛下と蓮様が親密だと誤解し、祝二様が皇室のを利用して、自分のお嬢様の座を奪うのを恐れ、私に命じて、彼女のお茶に薬を入れ、シュバーヤと共に人を離れ屋敷へ連れ去らせました。彼女ならどうすべきか分かっている。敵はよくやれ。林までのようにな。もう二度と彼女が私の前に現れるのを見たくない。と、もし公爵様に知られたら、私たち綺麗に片付ければいいだけだ。心配するな。私は高大、大王の夫人だ。父が知ったとしても。私をどうこうはできまい。いけ？プーリで、あの時本宮が捜索すると、あなたはあれこれ言い訳をしたのだな。そういうことか。本宮の母を誘拐し、工夫時に殺そうとしたとは、お前の首が飛びたいのか？魔女ども、この通人は公教えを勧進し、上を犯す大罪。牢に押し込め、後日残騎手に処せ。はい。兄上、助けて。あなたは言った。私がどんな大罪を犯しても、いつも守ってくれるよね。お兄様、助けて。王様、どうかお怒りよ。妹は、一時の過ちです。
皇后様、どうかお許しを。誰が女王なうというのか？一緒に論語系連行せよ。早く手を離しなさい。兄様。私まで巻き込むつもりか？ヨンヌ様半歩じゃ、父上吹けすけて。変ですこっちよ。この女がここまで大胆だとは知らなかった。わいわい、皇后様が面接で、お前の代わりにfakを晴らしてくれた。キムチ、もう怒るな。父と一緒に帰ろう。皇太后様、ご到着。これは、どうしたことか？セオワドネソエチク、なんたる対等だ。皇太后様にお目通り。皇太后様、しとせご安泰。よろしいねは結構だ。高校よ、疫病が収まったばかり、天下に容赦ど行うべきで、ミシンを集めるときだ。なぜここで大げさなことをしているのか？自分で言いなさい。一体何をしたのか？ああ、彼女か。ただのご神一回だろう。愛花も気にしていないのに、高校はなぜそんなにこだわる？林氏は今回の疫病対策の一等方針だ。どんな大罪を犯しても軽い処分にすべきだ。なんといっても、被災地ではまだなしの治療が必要だ。もし単なる誤診ならそれで済む話だが、自分で皇太后様に言いなさい。どんな汚らわしいことをしたのか？何を言うべきか分かっているだろう？父上水にりすまして空中に入ったことはご存知でしたね。私たちは家族でしょう。黙れ。もし公職を巻き込もうものなら絶対に許さない。こんなことを忘れるところだった。皇太后様のおっしゃる通りです。早く上まで疫病治療に功績があり、軽い処分にするのが当然です。彼女に改めて、温補の処方箋を書かせ、回復した民衆の体を布教するのはいかがでしょう。これで功績を持って罪を償わせるのです。よろしい。その方法で行こう。者ども、林さんに品目を用意しろ。覚えているが、庭園公が工房を掲げたとき、林さんは釣りを金で医学を学び、当州の民衆を救ったと宣言していた大物処方箋一枚。そんなに難しいのか？医術に偽りがあるのでは？庭園公、これは君を欺く題材だぞ。全在です、陛下、ご命とも。ミシンに100の単価だろうとも。陛下を欺くなんてできません。ではなぜ彼女は、温補の処方箋さえ書けないのか？父、もういいっても、私も公爵で。十数年育てられた娘。宝石家に多くの顔を立ててきました。私の夫も、父親の右腕ではなかったですか？黙れ。小の米です。私を騙し、医術があると嘘をついて、宮中で詐欺を働くとは。首がいらなくなったのか。父上あなたまで、私を完全に見捨てるのですか？父上あなたは、あらゆる手を使って私を探し戻したのに。俺のじゃ欲しいのか。赤に、小手入り、なあ、工芸。公爵座に迷惑をかけた以上、死をもって償うしかない。なるほど。俺はただの権力への踏み台だったのか？ 40 年も航行してきたのに、たとえ血のつながりがなくても、少しは情が芽生えるかと思っていたが。もういい。すべて認める。君を欺いたことも、人を殺したことも、すべて認める。他が40年間、お前を甲中のこのように寵愛してきた。少しも粗末には扱わなかった。それなのに、お前はある匠を疑って、事実を委ね、我がツアの娘を危うく死なせるところだった。今また、奨励を似去って、自君の大罪を抑え、公爵家を絶対絶命の窮地に追い込んだ。俺は、お前の血の知事ではないが、育ての親としての責任はある。今日、この手で始末をつける。奴隷者、天がこの千和殿にいる限り勝てはさせぬ。早い氏は罪を認めたが、一族の系譜にも載っている。
公爵の正式な血筋と言える。痴漢の大罪を犯した以上、国法に従って処断すべきだ。ハエ氏はサムリローの夫人である以上、サムのバーサツ一族も罪を免れぬ。陛下、神は無実です。この件については、神も騙されていました。知っていたかどうかに関わらず、ヤシ氏はあなたの制裁だ。この責任は、慣れられない。せいやして。陛下、神は本当に無実です。公爵がなりの作業を神にお借りせ、ご主人でも隠ししたのです。今、大罪を犯したのにサリオーフまで巻き込もうとするとは、その心根は暗つ極まりない。陛下、どうかお慈悲を、サムリアヨフを許しください。でたらめだ。あの時は、サミレイローが厚かましくも、何度も足を運んで求婚してきたではないか。委員の身の上については、すべてありのままに話した。サマリローは最初から、最後まで、すべての事情を知っていた。なぜ今になって、逆に、罪をなすりつけるのか。公爵様、これは私が心込めて準備した結論のお品です。これ以上親ただ、賢く、普通の評判です。かねてより憧れておりました。ヨハプとイレビア、すべてを捧げて、ご令嬢をお迎えしたい。王爵家と世を結びたいと願っております。私の娘は幼女で、公爵家の真の長女ではありません。それでもよろしいですか？公爵様、ご心配には及びません。私は、攻撃を重んじているわけではなく、ただ、インクワイン急務思いを寄せているだけです。彼女が公爵系の長女であろうと、田舎の孤児であろうと、私の思いは変わりません。でたらめだ。当時私が知っていたのは、ハエリ氏が降格の令嬢であり、空腹に乗った長女だということだけだ。ヤオシなどという話は聞いていない。公爵様がこのように罪を着せるなら、証拠はあるのか？あなたのサマリローフに嫁がせるためには、人がいいに苦を味わわせたくないと思い、レベを開いて、長女と認めたからだ。どうして逆に罪をなすりつけるのか？もう数10年も経った今、証拠などどこにあるというのか？証拠がないなら、公爵様、発言は慎重になさったのがよろしいかと。私たちはここで別れましょう。なんと、あなたが私の亡くした妻だったのですか？私が悪かった。悪人の言葉を信じてしまい、田口を閉じ、あなたを死なせそうにしてしまった。陛下のご恩恵で、ここで再会できました。陛下、私は天候に騙され、妻と引き裂かれました。まあは長年未亡人にし、皇后様を一人で育て上げました。次はまた、妻が二人の息子を育てていると聞きました。実に賢く悪やかで、陛下にお願いします。私たち夫婦に改めてご成婚のまりたい。私は残りの人生を妻と共に過ごし、二人の子供を自分の子のように育てます。なんですって？私の母に求婚したい？皇様は幼い頃から母子家庭で大変でした。これからは王様にも時間の後ろ盾ができます。皇后様がお望みなら、判明茶すけます。そうですか。では、私の息子の同意が必要ですね。鎮国大将軍参上。聞きました。ザマレイロ様が私の契約になるそうで。これがあなたが養子にした息子ですか？私は、ただの。そうです。彼が私の息子です。侍郎様。私と結婚したいなら、彼の同意を得てください。ただ、ザリロー様は、本将軍を、ただの田舎の野良だと思っていたのですか？将軍様、冗談でしょう。失言でした。失言。ただし、私の妹は東大の皇后であり、私は鎮国将軍、官職も地位も、家産も太刀もサムリョーフは少しも及びません。カンススザリバー、どうして求婚できる顔があるのです？どんなに高い官職でも、将軍も養子であり、いずれ実家に戻ります。昔から女性は4年で妻となり、子を見育て、ロトに頼ってこそ安定した生活が送れます。
新科状元升修参上。誰が私たちが養子だと言いました？誰が女性は生まれつき音に頼るしかないと言いました？子供を頼りにしなければ順調な人生は送れないと？彼もあなたの息子？そうです。新川ジョンヨンも私の息子です。村子に読まさがいるかどうか、ボタナも彼の意見を聞く必要があります。陛下、母の助けにより、昨日から郊外のほとんどの被災者は徐々に回復しています。一部の受傷者も危険を脅し、間もなく全壊します。死亡病。あなたの母がいなければ、慶光はおそらく第二の当主になっていたでしょう。さらに黄金1万両を褒美として、陛下に感謝します。ちま娘に代わって、陛下のご褒美に感謝します。これはあなたの家事です。陣と太鼓はあまり口出しできません。自分で解決しなさい。陳氏は必ず公平に処理いたします。我が甲府にこのような後輩がいるとは。まさにご先祖様のご加護です。周よ、早く子供たちを連れて家に帰りなさい。今日中に彼らを側府に乗せましょう。お家はおっしゃいましたね。甲府は名門の家柄だと、この田舎の野良子たちは、人前に出せないとおっしゃったのでは？お前は変わらず子供の頃と同じで、よく恨みを覚えているな。コーリエ、ただの冗談だ。娘よ、お前一人でこれだけの子供を育て上げたのか。苦労したな。早く母と一緒に家に帰りなさい。母がしっかり償うから。妹、お栄子に頼んで、私に一ゃん繁殖を求めてくれないか？私も国に尽くしたい。今になって、風水が回るという意味が分かったか？しかし、父としてはまだ疑問がある。お前は、研修に入ってから、一度も外出したことがない。郊外の疫病地区にいた？ですや眉は高く、偽物しか見えません。私たちのことは全く見えていない。どうして私たちの行方を知ることができましょう？でたらめを言うな。そうではありません。数日、屋敷では、末の準備で忙しく、あなたたちのことは構っていられなかった。JA 甲府の門限は厳重で、日常の出入りは全て記録されています。姉様の外出記録は一度も見たことがありません。一体どんな人相力を使って、甲府を出ずに郊外の疫病を解決したのか？もしかして何か秘密があるのでは？そうだ。周遊、どうやって出たの？天さん、道場は供養道まではできませんよ。あなたは私たちを甲府の一番下等な場所に放り込み、使用人に食べ物を届けることも許さなかった。私たちはただすわして死を待つべきだったと？あなたの甲府の塩は紙でできているようだ。ちょっと殴って、私の夫人を連れて散歩に出ただけだ。何か問題でも？リエンスヨン。今夜は、もう誰も来ないだろう。聞くところによると、九州城の有道セナや美味しいものがたくさんあるそうだ。行ってみないか？いいよ。じゃあ、どの門から出る？裏門の離れは老朽化している。彼らを助けてやろう。리오 씨은 개임무시다. 도시. 은お疲れですか？指導屋を探して休みましょう。来る途中、大量の難民が九州に流入していると聞きました。彼の様子を見ると、おそらく疫病に感染しているでしょう。リアンスヨン、彼を連れて行け。郊外を見に行こう。ダメ。夫人は低州で過労になり、危うく倒れそうになった。まず、百夜を探して夫人を休ませる。残りのことはリアンシーヨンに任せます。この、私の医術は、もともと天下の民のために使うべきもの。民が安らかでこそ国も安泰。もし、民衆がの苦しみの中にいるなら、私が目を背けるなど、それでは、医者としての視界が空洞になってしまう。助けて。リアンシヨン、九州の医者を全員。できて。急いで。奥様、
どうかお避けください。リーアン・スヨンが戻るまで、奥様も疫病に感染されるのが心配です。大丈夫よ、私は今のしてしんのいとよ。当主の疫病も乗り越えた。これくらいなんでもない。早く行ってよ、ふぐれないで。奥様はまさに肌の再生。感染した民衆の熱も下がりました。あと数回薬を飲めばきっと解放に向かうでしょう。皆様のご協力のおかげです。この後の処方は調整が必要。知事に時間通りお届けさせます。ありがとうございます奥様。奥様、早く空中へ参りましょう。シェンワンエンニャニに隊を手配するよう申し伝えて、うちの奥様が一晩中働かなかったら、あなたたち、たった一つの処方箋で、感染した民衆が蘇生できると思ったの？それにあなたたちは、以前から九州で疫病が蔓延していることを知っていた。なぜ知っていながら報告しなかった？イェンイェンに対抗を犯させたのは、彼女がほぱりで、奥様の身分を奪った上に、土性まで横取りしようとしたから、そんなに欲しがるなら、10ってあげたまで、あなたたち、手を組んで私を騙したのね。私たちは、ただ流れに乗っただけ。あなたが貪欲でなければ、こんな状況にはならなかった。あなたもういい。とやかく言うな。あなたが今日あるのは、我が早力家の血を引いているおかげで、頭がいいから、それに早力家のご先祖様の加護もある。さあ、今すぐ家に帰ろう。そちらで、お顔を上げ、ご先祖様に感謝を。何のお顔だご先祖様が役に立つなら、なぜこれまで、を探し出せなかったのか。以前功績がなかった時は、ご先祖様にお顔を上げるどころか、元の身分さえ取り戻せなかった。今になって、功績ができたから、自分たちの顔に金を張りたがる。何が言えば、戦場で長年戦って、口も以前より達者になった。達者ならもっと話せ。でないと、ある人たちの厚かましさは、城壁より厚いからな。母が陽性なのは確かだが、だからといって、彼女の全てが、豪父の恩恵によるものではない。今、彼女が持っているものは、全て自分で勝ち取ったもの。私たち9枚とは関係ないし、豪父とも関係ない。こういう、少しは弁明を保ったらどうですか？いい子だ。怒らないで。お祖父様は年をとって口が悪いんだ。お母様は小さい頃から外を探検として、リであなたたちを育ててきた。聞いているだけで胸が痛む。これからは、甲府があなたたちの家だ。もう家のない子じゃない。ゆえ、心配しないで。帰ったら、また暖を取りまとめてあげる。教習で安らかに吹きを楽しめるようにする。なしぎたくなければ、それでもいい。甲府が養えるすべての財産は自由に使っていい。この甲府の人たちは本当に気まぐれだな。宮中に入る前は甲府はまだ臨死のものだったのに、宮中に行ったら財産の持ち主が変わった。財産は当然、実の娘に譲るものだ。林氏は、ただの養女に過ぎない。奥様、言葉を慎んで。私はニャンセではあるが、甲府の族譜には載っていない。娘だと勝手に認めないで。そうだ、族譜から除名だ。誰か、品目を持ってきて。今すぐ除名状を書く。昔、あなたがゆえやんに似ているのを見て、甲府に連れてきて慰めにした。これまでずっと福利にはしなかった。あなたは北を犯し、私たちを危うく巻き込んだ。あなたを林氏族府から除名する。今後、身の振り方を考えろ。言うわ。家に帰ろう。今度は父が必ず、しっかりとあなたの手を握って、もう離さない。こういえ。私の夫人をどうに連れて行くつもりですか？少佐や、ご挨拶申し上げます。ち上。陛下と少し政務の話をして、遅くなった。大丈夫です。今日は本当に賑やかだな。工事。私が少し遅れただけで、もう少しで夫人に会えなかった。これはどういう意味ですか？少佐様は、周遊のほとです。どうして私がそう惜しくないと？さっき彼は私を何と呼んで、言い聞こえなかったのですか？聞こえました。聞こえました。もう俺がこんなにいいところに下げるとは思わなかった。父としても安心だ。父として？あなたは私の妻の腹黒い人の父親だろう。あなたにそんな資格があるのか？これしないでください。田舎者で、口がうまくないんです。この件は、確かに甲府に非がある。しかし、周遊は、やはり我が甲府の血筋だ。子供を連れて戻り、祖先に認めてもらうべきだ。光栄のおっしゃる通りだ。しかし戻る前に、はっきり言っておくことがある。私の妻は、心が優しいプレゼントを持ってきたのに、
なかなか出さないなんて。どういうことですか？聞くところによると、高速や全国を探し回り40年近くかかって、やっと仕事を見つけたそうですね。ちゅうか3歳で行方不明になってから長い間、私たちは人を派遣して探し続け、1日も休んだことはありません。紅茶家は全力を尽くし、山河を飛び走って40年もかかって見つけたなんておかしいと思いませんか？誰かが邪魔をしているとは考えなかったのですか？あなたたちと主治が40年も離れ離れになったのは、そんなはずがありません。キングイが行方不明になってからずっと、公爵家の上下は彼女の帰りを毎日待ち望んでいます。でさえ小さい頃からお顔を抱いて祈り、彼女の帰りを願っていました。誰かが邪魔をしているなんてありえません。目が見えず心も見えていない。ただ一言聞きます。あなたは本当にシグドのことについて何も知らないのですか？兄さん、私を信じないのですか？知っているかどうか答えてください。あなたは半年ごとに帳場でお金を引き出しています。そのお金はどこに使ったのですか？服やアクセサリーを買いました。兄さんも帳簿を調べるのですか？母が言いました。工塾長のすべては私のものだと好きなように使っていいと。服を買う？宝石はあなたを使用中の茶目を一緒。服やアクセサリー、いつあなたに不足したことがありますか？というものがあるたびに真っ先にあなたに届けていました。自分で買う必要などなかったでしょう。正直に答えてください。あなたは最初から知っていたのですか？就職がどこにいるのかを。彼らの言うことは本当ですか？あなたは金がどこにいるか知っていたのに、なぜ言わなかったのですか？知りません。知らない？大丈夫。思い出させてあげましょう。持ってこい。あなたが公職課に入ってから、公職は一度もあなたをギャげたことはありません。あなたは私たちに内緒だと、シュート後を丸取るとしたのですか？このオンチラズめ。紅着家が実の娘を探していることを知っていながら報告しないだけでなく、わざと偽の情報を流して混乱を招いた。あなたは私たち親子を何十年も引き離した。この冷酷非情なやつね。レフト時もな、最初はあなたに両親がいないのをあれに思い、家に連れ帰って、血の娘のように育てたのに、狼を飼うことになった。国、本当に悪質だ。父様、私が悪かったです。本当に悪かったです。もう一度だけ許してください。離れろ、父とは呼ぶな。母様、本当に悪かったと分かりました。私は小さい頃から両親がいませんでした。もし、あなたたちまで私を見捨てたら、私は死ぬしかありません。母に絡むな。親のいないくせに、工業、息子ぶって一品チームや風になったって聞いたけど、実の両親が、今朝から私と一緒に、中地に来て、今、スンワとの門の外で待ってるんだ。あらまあ。我が娘よ。津田こういうは本当に立派だな。九州で一番大きい鳥羽よりキラキラしてる。褒美は早く母さんに見せてよ。個人しもねくらいって金になるの？借金いくら返せる？ずっと金よこさないじゃない。管理今くわったけど、なぜ千両くれないか。窮状がしのぎに。離れろ。知らない人です。私は公爵家の令嬢。あなたたちの娘なんかじゃない。このそ娘、あの時、私たちが、いなければ今日の映画はなかっただろうに、羽を一本そうしたからって、交互になれると思ってるのか？余計なこと言うな。まず剣をもらおう。わあ、こんなにたくさん半年かけられるわ。にゃんにゃん、あの人たちは好きにさせておきなさい。この一品そうめ、帯これだけ？他に何かあるなら早く出しなさい。それと今夜はキー中に泊まるからもっとかわいい宮中をよこしなさい。皇帝に飽きられたフィアでもいい。この子がなかなかいいね。これだ。でたらめを言い続ければ舌を抜くぞ。何様のつもりだ？爪スジャのその父親を。なんとは命が惜しくないのか？私が何様かって？目が見えないのか？このまま他人にリの父親をいじめさせておくのか？私は公爵家の養女。父も母もいない。養女？あの時、私が公爵家への本当の霊女を盗まなければ。お前が聖女になれるわけない。お前の身分では、公爵家に便器を運ぶ資格すらない。ネロ、これは、お前が当時サインした縁切り処分だ。
お前のチュキスのボスにしある毎年500両で親子の絵をはい取ったという。これだけじゃない。お前は私たちに公爵家の真の霊女を殺す方法まで考えさせた。これら一つ一つどうやってごまかすつもりだ。これら全てが証拠だ。お前、一体私たちにどれだけかすってきたんだ。彼らの言うことは本当なの？私たちの言うことはすべて真実です。信じられないなら、彼女の袖を見かってみてごらん。腕に赤いシエがあるだろう？母上。はは。一体どうしたんだ？ありのままを言え。さもないと、全員牢屋送りだぞ。お前よくも。私はスベミハシイチム。はあ。だが、誰が彼女より気運が高いというのか。ゴージャス系の本物の霊女は、とっくにギーから不明だ。多分、とっくに死んでいる。この娘は、お前らが認めようが。認めまいが、私の娘だ。賢いなら、おとなしくしろ。口止め料をよこせ。この娘は、売ってやる。いくら欲しいんだ？命の値段はどうだ？いえ、どうしたんだ？でたらめを言うな。口を裂いてやる。いい、うるさくて頭が痛い。直接、警部へ送れ。あそこには、奴の口を割る方法はいくらでもある。娘よ、早く助けてくれ。お前は指名夫人だろう。早く手を離させろ。すみません。すみません。どうかお許しを。話します。全部話します。彼女を話させろ。これは、私の母の話から始まります。母は、シューバーヤ。彼女はずっと公爵で働いていました。何？お前の母がシューバーや？はい。彼女は、あなたの身の祖母です。いや、そんなはずはない。早本氏だ。早めに屋敷を出て、身を落ち着けさせよう。待って、もう役に立たない。帰って華々しくなるだけだ。綺麗に始末しろ。お前の母がどうしてスーバーヤなんだ？あの時、効果塚の令状を取り替える間は、私の母が出したのです。こんな夜遅くに、どうして来たんだ？助けて言うのなら、500両の借金を作ってしまった。返さないと足を折られる。母さん、公爵家で働いているんだから、少しは貯金があるだろう。とりあえず貸してくれ。後で必ず返すから。毎月の給料は全部お前たちに渡している。余分な気なんてない。前回50両やっただろう。あれが限界だ。自分たちで何とかしろ。してくれないなら、シャーに追い飛ばすぞ。タバコの借金を返すんだ。どうせ女の子なんて役に立たない。そうだ。金をくれないなら、子供を売り飛ばす。ほら。やっぱり母さんは、私を見捨てないと思ってた。お前。奥様のところで運を試すしかない。奥様、邪神の者、家中に急な用事ができまして、劇を前借りしたいのですが、いくら借りたいんだ？ 500 両。なんぜ、もしかして、あの役立たずの息子が、また来たのか？何度言ったらわかるんだ。甘やかすことは殺すことだ。あなたは彼と縁を切るべきです。自分を救うために。私にはもう道がありません。奥様、どうかお助けください。ダメです。工事公は規則が厳しいのです。すべて規則通りに進めます。お引き取りください。公様、どうか一度だけお助けください。奥様。私の小さな周遊。本当に可愛いわね。その時にはお母さんが、もっと大きな木のロケットを作ってあげる。はい。可愛い。
奥様がお助けにならないのなら、私が自分で方法を考えます。さあ、来月の10日、私はお嬢姉様を連れて、二南街で飴玉を買いに行きます。あなたたちは馬車を借りて人を縛って、場外へ向かい、できるだけ遠くへ行きなさい。公爵家の令嬢を誘拐するなんて。では、それは、どうするんですか？シャオニは、お嬢様と少し似ています。お嬢様が完全に行方不明になったら、私はエクヤイを手配して、公爵家の令嬢として送り込みます。そのドア、私たちには途切れることのない銀貨が手に入ります。やはり母上の手口はすごい。素晴らしい。奥様、あまりお悲しみにならないでください。お嬢乳様は吉どちにを天相、きっと見つかります。奥様、ご覧ください。奥様、これは私がガンガン山地で拾った子供です。周囲が小さい頃とそっくりです。お嬢様と本当にそっくりですね。奥様、これはまさに天が与えたご縁です。今週私たちはこの子を引き取る方。周囲からの攻めとも言えます。はい。娘はまだ探さなければなりません。生きているなら会いたい。死んでいるなら遺体を見たい。ああ、あなたたちはこの一生二度と会えないでしょう。あなたのベノの娘にはね、あなたは言う。私の娘が取材屋によって失われたと。彼女は私のそばで数十年も仕えていました。たった500両の銀貨のために私の娘を失わせたのです。誰があなたがあんなにケチケチしているせいです。労働たる公爵家の夫人がなんとご紹介や首をも出さなかった。どうして500両の銀貨を惜しんだのですか？私は彼女に言おうとした。あなたという薄った泥を捨てさせようと、誰も知らない彼女は、彼女もまた見込みのないものでした。金が手に入らず、ついにこんな。ジーネ服中終点のです。ランズは。彼女を中に入れなさい。私はしっかりと尋ねたい。遅いです。シュバダヤはすでに罪を償いに行きました。なんですって。あなたたちは私の母を殺したのですか？血の祖母を殺害する。そんなことは私たちにはできません。ゲジメ、お前を殺してやる。親子の嬢なんて2歳だよ。その後どうなったの？当時、早知氏はまだ1歳に満たず、記憶もない頃だった。どうやって身元を確認したの？もちろん、私が彼を探しに行ったんだ。あなたは公爵家のお子さんだ。ガディオン・ゴインンセ。自由の面倒を見てくれ。月給は倍にするが、ただな、賭博狂の息子に補助するのはやめろ。底なしの穴だ。欲望は尽きない。ええ、ありがとうございます。必ずお嬢様をお世話します。半年は持つ額だ。これから公爵家をうろつくの早めろ。これだけ？お母さん。シャオには公爵王の女様になったんだ。アクセサリーや即地は数えきれないほどあるはず。もっとたくさんくれよ。これだけじゃ足りない。これだけしかない。これ以上はない文句を言うなら、今後は一銭もやらない。私の母とサーウナイの支援があってから、私たちの賭けはどんどん大きくなった。早く行け。船をせびる回数が増えていき、公爵家の高高人強度へに恋球を完全にこたたせた。タバクの借金が返せず追い詰められて、仕方なくこっそりクルイチャウナイに金をせびりに行った。このことは皆さんご存知の通り、当時の真実はこれだけだ。ダメだ。私たちだけを責めるな。私たちも仕方なかったんだ。そうだよ。周遊、
ハタンさんはごめんな。虎を飼ってアダイを招いた。十数年も放浪させてしまった。妹よんごめんなさい。私が目がなかったこの毒不明。周遊の立場に立って障害を受け尽くし映画を極めた。まだ何が足りない？なぜ彼女をここまで追い詰める必要があった？障害を受け尽くした？表面上は私に優しくしてくれたけど、インではあちこち彼女を探してた私がいるのに、なぜ彼女を探し続けたの？それに映画吹き屋敷に何かいいものがあれば。いつも先に彼女に選ばせて、それから私の番。なんで？明明在你们西萨说话的只是我。あなたは行方不明の人間をひいきする。まったくデタラメだ。あなたに十分よくしてきたじゃないか。養女として私たちはあなたの戸籍まで恐怖録した収容が戻ってきても、あなたは依然として正当なお嬢様だ。2000はやめた父さん、サムリノを中中するためでなければ。どうしてイケーズに乗せるほど惜しいんだ？私がサブリローの屋敷に入ったからこそ、あなたたちは私を本当の皇族娘として扱ったんだ。お前たちは、わしを必要としている。わしがお前たちの皇国の権勢を固めるのだ。わしが数十年かけて手に入れたものを、彼女リーショタマは生まれながらに持っている。これだけの理由で、わしは彼が生きて帰ることを許さない。私はあなたと寵愛を争うつもりはありません。甲府に戻ったのは、ただ、私の順の両親が、どんな顔をしているのか、知りたかっただけです。それなのに、あなたは私を仮想敵とみなして、次々とザライを引き起こした。これらはすべてあなたの自業自得です。誰のせいでもありません。論理を反省しなさい。マナども、林とその両親を牢屋に連行せよ。新刑事に引き渡して処分させる。貴神様、お命だけはお助けください。私たちも罠にはめられたのです。これはすべて母の考えです。私たちは無実です。そうだ。お前の母は、お前のような役立たずを生まなければ、追い詰められて、こんな過ちを犯すこともなかった。捕らえよ。本宮の言うことが聞こえないのか？彼らを捕らえ、神経師に送れ。にゃにゃ大変です。六王子が兵を率いて、宮の外から攻め込んできました。陛下は？陛下は正面側にいらっしゃいますが、まあ泣いて突然出荷し、下やのものは入れません。もはや手の指示ようがありません。ワイナー、大丈夫か？ワンちゃんを休ませろ。六王での命令だ。国を裏切った逆賊をその場で切り捨てよ。一人も残すな。姉さん、この時をずっと待っていた。幸い、六王位は私を失望させなかった。私が計画した会があった。あなたはもうサワリローフに余命だのに。なぜ六王子とまだ付き合っているの？シージェンジョングも言っていただろう。女の一生で欲しいものは、自分で手に入れなければならないと。私はサムジュエローに教わる。だが、彼は私に信号種など一度もなかった。奥様、おねじだけは。甲府では礼儀を教えなかったのか。ノックすらできないとは。結婚してまだ3ヶ月しか経っていないのに、あなたはこんなに私を委ねるの？養女に過ぎないものが制裁の名分を得られただけでもありがたいと思え。甲府はいずれ本当の霊を探し出す。その時、お前は捨て駒だ。サマールオフにすがるしかなくなる。奥様、もう少しおとなしくされた方がよろしい。王子様、どうかお許しを。奥様を許しを。私は朝廷の重臣だ。私はお前の夫なのだ。お前、私を殺せるはずがない。三次郎は遺言状を書いたんじゃなかったの？どうしてまた私の夫になったの？奥様、一日の夫婦の比喩は白日の恩。殺さないで、私を殺さないでくれ。ドアを閉めなさい。陛下が突然降御され、
六王家は皇室のシェート流です。ムンは国を治め、プは国を守る。まさに天命に選ばれた皇太子の候補です。初大臣よ。もし私と共に国を支え、新たな主君を立てたいなら、私のそばに来てください。まさか我が娘が、こんなに有能だとはな。もしお前と六王位が勝ったら、私は訓練家になれるんじゃないか？そうだ、今こそ実の両親に恩返しをする時だ。一品そうめんなんて何のその、だしはシェン、ワになる運命だ。そうそう、我が娘は生まれながらにして皇后の命だ。素晴らしい。これで使い切れないほどの銀が手に入る。始めよう。お前たちはとっくに死んでいればよかった。あの時、私が情け深かったからだ。一歩間違えれば、次々と間違う。欲しいものは自分で掴み取るしかない。後悔はしていない。よくも、六王子と防犯を手当てたな。父上、娘は皇后になります。これこそが公爵家最大の栄誉です。なぜ私のそばに来ないのか。そんなことできるものか。母上と、兄上は？兄上は朝廷に尽くしたいとお思いでしょう。ならば、少々に封じてあげましょうか？ヤネー。彼女はもう犯人だ。母上、陛下はもういらっしゃいません。彼女が私たち唯一の希望です。どうか私たちを責めないでください。私たちに選択のはなかったです。外の状況はまだわかりません。彼女の言葉に惑わされるな。ここではもう1000ワードまで攻め込んできている。私たち全員に死をこゆるつもりか？どうして私たちが向けるとわかる？陛下はすでに崩御され、脅威は重兵を握っています。彼は皇室の血筋でもあり、ポイを聞くのは天命に従うもの。あなたたちには勝てません。母上、行きましょう。時流を見極めるものが陳潔ですよ。公爵様、ワイナーの言う通りです。私たちは行きましょう。姉さん、見ましたか？どんなに濃い血縁の絆も、この天を目す剣聖にはできません。さもなければ、あなたも日が走って私に謝罪しなさい。陛下に頼んで鬼人に封じてもらってあげる。私たち一家は生死を共にし、決して猛犯人にはなりません。一方、いいよぽ。それならお前たちも一緒に連れて行く。姉さん、他に残すことはあるか？あなたは私の正体を前から知っていたのね。私が公爵に入った時から、あなたは全てを計画していた。計略に乗り指揮を演じていたのね。ナイさんは本当に聡明だ。こんなに早く見抜いたとは。あなたは、六王家のために、身手をかけて、謀反を起こす価値があるのか？もちろん価値がある。振り子こそがこの世で、私を最も大切にしてくれる人だ。彼のために命をかけても惜しくない。そんなに信じて、もし失敗したら先手を失うことにならないか。六王家は、私の訴訟など気にしない。彼は一度に私を襲ってくれる。そんな人が私を裏切るはずがない。だから、あなたはずっと公爵家とサムライローフの間行きし、頂点の機密を盗み世界情報まで。六王子に伝え私の行方を追跡させ、私も駒として、あなたたちの勝負に巻き込んだのね。この娘は、価値観になはやれてきそうめだ。もしあなたが少しでも彼女を信じていたら、こんなことにはならなかったそうだ。あなたが教州に来る前から、私たちはあなたの恩賞を利用する計画を立てていた。文武百官官を拘束し、あなたをバードさせるためには、病気に感染した流民を町内に入れることさえ言わなかったアヤヤさん。あなたは私を死蔵させなかった。私の計画も無駄ではなかった。あなたたちは死を捨たんために民衆を餌にしたのか。ただのちゃん民だ。思案でも惜しくない。六王家が即位した後、大赦を行い、十分な保証をすればそれでいい。
お家は日本外におられます。入らせよう。私は、こうになる？とりあえず、命は取らないお前たちにこの目で見せてやる。ポーキに登る姿を。王家、いらっしゃいましたか？どうしてあなたが？どうした？ジンを見て失望したか？いいか。どうしてこうなった？すべて手配済みだったはずでは。行くところによると状況は、すでに新たな研修室を建てたそうだ。ですやさんまだ天候にお祝いを言っていない五条になるとは。てよくこうだったがくまい。なけそりぐへ、のだってあげたな。だからさ、なったえ。この天候は社会者にありつくのも遅い。冷静な。無言な。もともと天欲にくびる連中だ。あの毒婦が逆賊だと知っていながら、自ら進んでお金を払うなんて自業自得だ。お前は口が悪いな。父上、目を覚ましてください。慌てないで、喜びのあまり気絶しただけです。牢屋で一晩過ごせば治ります。そうだ、柊はまだ愛少曹にお祝いを言っていなかった。やっと国のために尽くせる。陛下、お許しを、お許しを。まとも、諸ども、警部の牢に閉じ込めよ。チェーンが自ら尋問する。周囲、助けて。祝お願いします。私を助けて、あなたの父と兄ですよ。家内は以前から彼女に惑わされないよう忠告していました。私を信じるべきだった。しかしあなたたちはためらわず彼女と一緒に模範を起こした。彼らは仕方なく選ばざるを得なかったのです。何が仕方なくだ？明らかに牽制に憧れている。そうじゃない？連れて行け。牢に押し込め。あの新しいシムを立てた連中も一緒に連行しろ。助けて。私は兄だ。周囲。前たちも下がれ。今日のことは、誰の前でも口にするな。さもなくばへへへ。庭園子と同じ運命だ。はい。美人は退出します。ジェンは一体どこで校長の気にしょらったのか。こうやと嫌出て模範させるまでに。すべて彼女のせいだ。彼女が私を追い詰めたのです。陛下、ご明察をすべてこの毒婦の考えです。私があなたを追い詰めたと？そう、毒婦が恥じらずにも私の屋敷に潜入し、睡眠薬を飲ませ、その後、評判で私を飛ばした。彼女の言うことを聞かざるを得なかった。陛下、ご明察を。明らかにあなたが私を利用した。リアンだ。あなたは、幼女だろう。かけずに入り D サブリロに、やるけば、後家の名誉のためだ。サマレルが不必要ってところが、不必要と言っても、我慢しろ。どんな失敗も許さない。泣かないで。顔を泣き濡らすと綺麗じゃなくなるよ。さあ、どうしたの？そんなに浮かない顔して。皇家から彼女の消息が、彼女が戻ってくる。私はどうすれば。彼女は、ただの田舎者だ。あなたのように暴気で優雅じゃない。彼女は、ただの中女じゃない。彼女の音が誰か知ってる？誰？彼女の音は、今の少曹です。진시시公후다大事ねしら。変化をためる皇后になりたくない？あの差につきさえすれば。これからは、あなたの生まれを誰も非難できなくなるが。どう
ら、人が来たか。お嬢様、第7次縄文ですでに人を捕らえました。今、戻る途中です。覚えておけ。私の言う通りにしろ。戻る前に、父と母、いいの心をつかまなければ、私の思い通りに。そうすればこそ、主君に誓いの機会がある。お嬢様、どこへ行くのですか？ここは空雀家です。あなたの家です。母上。母上が値を迎え戻した以上、娘は、これ以上お邪魔しません。父上、母上、それに兄上も。そうか、ご自愛ください。バカな子よ。あなたは、私が40年も愛してきた娘だ。たとえ彼女が戻ってきても、母の心の中では、彼女はあなたには及ばない。喂，弟爷，バレてないか？準備はできたか？安心しろ。千和田の礼兵はすべて入れ替えた。もう少し我慢してくれ。亀が3度鳴ったら、それが私の宮中入りの合図だ。その時は、恨みがあれば晴らせ。からかがあれて。千位はどで待っている。恐れるな。なんとか時間を稼げ。陛下が千和での離れさえすれば、我々の計画は半分成功しても同然だ。殿下、私や親身をかけています。どうか私を失望させないでください。ちょっと待っていろ。必ず今後の高印をあなたの前に届けてやる。本気だと思っていた。私を駒にしないと、殿下も役者だったとはね、いい演技だ。本気だと信じて、命までかけてしまった。何を言ってる？明らかに、あなたがに当てた防犯だ。私を取れようというのか？どうせ私の人生は、生まれたその日から、完全に負けていた。何をしのうと構わない。負ける覚悟はできている。ではまだここに座っている。よくも読書をしたな。何が怖い？模範さえしたのだ。他に何を恐れよ？彼を裁く権利はお前にない。彼は何と言っても陳の愛君だ。罪を犯した。心身が承知する。よし、彼女を連れて行け。厳重に貸せよ。動くな。姉上。立ったと思えるのか。いや、まだ終わっていない。君につい贈り物を残してある。後でな。陛下大変です。九州で広範囲に伝染病が発生しています。被災民が宮殿の門限にまで押し寄せています。そんなはずがない。九州の疫病は、とっくに治癒したはずだ。私も薬の処方を残した。幽体がすでに見に行った。今回の疫病は以前のものとは異なる川系上位から広まったと言われている。デイジュタ。石。なるほど。これが君が残したくくり物か。それでは我が京に熱力を舐めすぎだ。陛下、被災地の惨状は深刻です。民不死ピークを危険にさらしてでも、被災地へ吹き、患者を治療いたします。よかろう。よし。すとに、小肉。我々家族全員で。母上、私たちも行きます。お母さん、私たちも行く。どうして兄と弟だけ連れて行くの？私も行く。ちも行く。